こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は注目の新商品 IKEA PS2026 を実際にできましたので紹介します。全部で40商品以上あってワクワクするラインナップとなってますので、ぜひ最後までご覧になってください。早速いきたいと思います。まずはこちらのスタイリッシュなフロアランプです。こちらの特徴は2箇所関節がありまして90度曲げることができます。この滑らかに動くのが本当に驚きです。フロアライトとしてもスポットライトにもなるっていう柔軟な使い方ができます。結構細身なのでいろんな場所に置きやすいと思います。ソファーの隣でもいいですし、グリーンの横に置いてもいいですし、複数買いたくなりますね。素材は金属なので全然安っぽくないのもいいなと思いました。カラーリングは3色展開となっています。これはかなり争奪戦になるんじゃないかなと思っています。続きましてはこちらのグリーンのパーソナルチェアです。こちらはなんと空気でできた、空気が入ったソファーです。驚きですよね。クローム調のフレームにビビッドなグリーンなのでミッドセンチュリー感のあるデザインとなっています。空気っていうところでかなり心配なされる方も多いと思うんですが、IKEA はもともと空気のチェアで過去失敗したことがありまして、結構トラウマなんですよね。多分で、今回それを乗り越えての課題が見えてたからこその試作を重ねての一脚となっていると思います。デザイナーさんが IKEA の売れっ子人気デザイナーミカエルさんなので、そこも安心できるポイントだなと私は感じています。その空気でできていることで家の中での移動が軽々できるっていうのはすごくメリットがありますし、持って帰る時もこんなペタンコな梱包なのでそれもいいなと思います。しっかり座面が広くてあぐらもかけるぐらいの大きさのチェアがこんな軽々しく運べるっていうのはすごい画期的ですよね。やっぱりね、ミカエルさんデザイナーだけあって後ろ姿も抜かりなく綺麗です。座面には薄くクッションのような層があります。その空気の入れ方で張り感は変わってくると思います。続きましては揺れるベンチです。今回の IKEA PS2026 のテーマが遊び心のある機能性ということで、まさに遊び心のあるベンチだと思います。思わず座ってみたくなりませんか？見た目とってもシンプルなんですけども非常に楽しい商品だと思いました。パイン材でできてましてナチュラルインテリアのちょっとした遊びになりそうです。ちょっとソファーベンチという流れだったのでチェア系を紹介していこうと思います。こちらは逆向きにも座れるチェアです。デザインが個性的なのにどんな座り方でもできますよっていう機能性も持ってるっていうのが面白い商品です。ビビッドカラーのこのブルーとグリーンの2色展開となっています。ダイニングチェアとしてだけじゃなくてキッチンの横のスツールみたいな感じでもいいですし、私は寝室とか玄関のバッグの一時置きスペースみたいにしてもいいなと思いました。すごくアートな一角になりそうじゃないですか。こちらのデザイナーさんはヘンリックさんという方で、もう数々の IKEA のヒット商品を手掛けられている有名な方です。やっぱりビビッドな色使い得意なんですね。こちらは上に上がるスツールです。いかにも子供が喜びそうな機構のスツールです。もうあえてアナログなデザインなのがすごく可愛いです。素材はパイン材となっています。ブルーの部分は金属です。今回のコレクションほとんどパイン材だったと思うんですよね。なのでそのコレクション同士もすごくデザインの相性がいいものとなっています。こちらは畳めるチェアとなっています。とても軽量なので壁にかけて収納することができるというのが特徴になっています。こちらもパイン材でして可愛らしい雰囲気なんですけども、後ろの足がブラックになっています。そこがすごくおしゃれですよね。アーティスティックな一脚だなと思います。折りたためるっていうのもいいですよね。日本のようなコンパクトな住環境にお住まいの方は使う時だけ出せるっていうのはとても機能的だなと思います。
こちらはチェアベッドです。チェアにもなるし広げてベッドにもなりますよという商品です。幅は80センチなのでミニシングルみたいな感じでしょうかね。来客用のベッドにもなるしいいなと思いました。ちゃんと構造がポケットコイルになっているのでもうマットレスレベルのサポート力となっています。そしてこちらはカラーが2色展開になっているのも嬉しくて、そのライトグレーベージュとブライトオレンジの2色展開となっています。ちょっとリビングでゴロゴロするスペースにも最高ですよね。次はバーチ材のチェアです。ここに来てパイン材じゃなくバーチ材できたのでやっぱ質感がすごくいいなと思いました。もうなんかデザインがここだけ美術館のような洗練された佇まいとなっています。意外と座り心地いいっていうのが驚きでした。チェア系が終わりまして、はテーブル系いきたいと思います。まずはグリーンのラウンドテーブルです。デザインはシンプルなんですけども、足も天板も全部グリーンというビビッドなテーブルとなっています。足は金属なのでこんな細いスタイリッシュなデザインとなっています。ラウンドテーブル選びをされた方ならわかると思うんですけども、大きさが直径96センチとなっていて絶妙なサイズ感となっています。ちょっとコンパクトめっていうんですかね。意外とないんですよねこのサイズ。前半紹介したグリーンのチェアなどと合わせていかがでしょうか。個人的に楽しみにしていたのがこちらのサイドテーブルです。この広げたり折りたたんだりっていう動作が非常にスムーズで不思議な感覚です。こういう折りたたみ式のテーブルって使わない時畳めて便利なんですけど、簡単に出せなかったらもう使わなくなるじゃないですか。そういう意味で非常にいいなと思いました。でこの取っ手はとても安定感もありました。かっこいいデザインですし、カラーリングが今トレンドのブラウンレッドになってまして、一気におしゃれな部屋になるなと思いました。とはいえちょっとニュートラルなカラーもカラー展開に入れていただきたいなと願ってしまいます。こちらもパイン材のデスクなんですけども、テーブルですね。なんですけど折りたたみ式なんですよ。パッと見折りたたみ式じゃないような感じなんですけども、折りたためるっていうのが面白いなと思いました。ちょっとテーブル使いたいな、でも部屋狭くなっちゃうしなって思ってる方いかがでしょうか。折りたたみとは思えないしっかり安定感のあるテーブルとなっています。長手方向が156センチありますので結構しっかり大きさがあります。天板もなんです、足もなんですけど思ったより薄くてですね、圧迫感がないのもいいなと思いました。こちらも先ほどのデザイナーさんが手掛けられたテーブルです。こちらは折りたたみ式ではないんですけどもかなりコンパクトなサイズとなっています。そしてなんと引き出しがついてるという、この薄いところに引き出しがついてるっていうのが機能的なテーブルとなっています。キッチンとかね、ダイニング周りって何かと小物多いですから、ここ引き出しは天才ですよね。もう一つサイドテーブルです。こちらもパイン材が使われたぬくもりのあるデザインとなっていますが、こちら何か見たことあると思いませんか？何モチーフだかわかりますか？こちらは鳥の巣箱がモチーフとなっています。この穴が取っ手になっているのがすごく可愛いですよね。とてもミニサイズで低い作りとなっていますのでベッドサイドにぴったりです。これ開き方はね、この下向きに開きます。次は収納系いきます。このオープンラック好きな人多いんじゃないでしょうか。というのも過去 IKEA で販売していたことのあるデザインの復刻になっています。今カラフルなものも出てますけども、こちらは無垢材、かなりガラッとテイストが違いますよね。ちょっとポイントで赤が入っています。ナチュラルテイストだけじゃなくてカラフルなデザインの家具とも相性が良さそうですね。飾るものも合わせやすそうだなと思いました。こちらは編み込んだようなデザインが素敵なキャビネットです。パイン材なんですけどバスケットみたいに編まれていて美しい工芸品のようです。結構陰影がはっきりしますのでインパクトのあるデザインだと思いました。
IKEA からはたまにこのサイズ感のキャビネットおしゃれなものが出ます。で毎回人気でして、あの時買っていればなと後悔する人が多いパターンです。こちらは先ほどのと違って扉付きとなってますので、しっかり収納力のある収納として使うことができます。そういう意味でも機能的だと思います。そしてこちらは打って変わって見せて楽しむキャビネットとなっています。ピンクなのがもうたまりませんよね。優しい色のピンクです。でコレクションケースとしてはちゃんと機能的になってまして、中身が見えやすいようにガラス製の棚板になっています。またちゃんと照明とかをつけたい方も多いと思うので、配線の穴なんかもついています。もう何を飾っても可愛くなること間違いなしのピンクのキャビネットです。全体がメッシュで覆われているのはとても珍しいです。こちらはフックです。よくある壁面につけるフックなんですけども、しっかり固定具が隠れるデザインになっていたり、フックがこのように隠れる、使わない時は畳んでおけるデザインになっていたり、洗練されています。水色の差し色がとても可愛いです。さらにこれはその両端がですねまっすぐカットされているので、並べて設置することも可能ということです。こちらはワゴンです。キャスターまでブルーになっている、こだわりを感じる商品です。こういうワゴンって四角いものが多いと思うので、円形というのが面白いですよね。さらにこちらはベージュ色もあります。植物置いても可愛すぎますよね。こちらはオットマンです。オットマンなんですけども、しっかり隠す収納として使えます。ラタン素材でできていて、ナチュラルなインテリアにも合いますし、全部が曲線ではなくってちょっと立ち上がったようなデザインですし、下が濃いめのブラウンなのでモダンなテイストにも合いそうです。結構収納力ありそうでした。照明全部当たりですよ。まずはこちらのランプシェード、和紙製で、これが IKEA 価格で買えるのすごいなというデザインなのですが、これ内側にちょっとへこんだような形になってるんですよ。真ん中の部分、もうこのデザインがとても素敵ですよね。ただご注意ください。こちら結構大きめです。直径90センチです。このサイズ感で逆に丸だったら、この日本などのコンパクトな住環境だと絶対頭ぶつけると思うんですよ。いやかといって上の方に飾るとねバランス悪いですし、なので実はこのデザインは機能的でもあるっていう、そこが本当にデザインだけじゃなくて機能的っていうところが推せるなと思いました。ボリュームがしっかりあるからこそ、寝室など広めの空間にバッチリはまる一棟です。これは欲しい人多いんじゃないかなと思ってます。ポータブルライトです。こちらは本当に手のひらサイズっていうか持ち運びサイズ感なんですけども、材質がガラスとスチールがしっかり使われているので重厚感があります。シンプルなデザインなんですけど、この材質からあとカラー展開も3色あるということで、結構本気が伝わってくる一品だなと思っています。カラー展開めちゃくちゃ素敵ですよね。もうどれにしますか？こちらはポータブルなのでダイニングテーブルの上でもいいですし、飾り棚の上、小型なので玄関などでも楽しめます。私はね、観葉植物の間に忍ばせたいなと思ってます。何色にするかはもうずっと悩んでます。でちゃんと IKEA お得意の充電式電池を使えばタイプ C を直接挿して充電できるタイプかと思ったんですが、どうやら充電池が付属しているようです。ちょっといつもの IKEA の仕様とは違います。タイプ C で充電する仕組みとなっています。テキスタイル系に行きましょう。今回テキスタイル全部で7種類かなあるんですけど、全部同じデザイナーさんが手掛けられています。なのでシリーズの中でも特にリンクしたデザインになっています。まずこちらはラグです。一つはこの赤色が幻想的なラグです。パイルは短めになっています。すごく抽象的なので北欧らしいインテリアに一気になりそうですね。こちら変わってまして楕円形となっています。楕円形のラグ珍しいですよね。遊び心があります。クッションカバーは2種類ありまして、どちらも綿 100% です。
とっても華やかです。こちらあとブランケットとカットクロスもそれぞれ同じデザインとなっています。微妙にカラーパターンは違いますね。ブランケットは面にレーヨンが混ざっている素材でとても柔らかかったです。デコレーション系に行きましょう。こちらは存在感抜群の時計です。真っ赤なんですよ。そして潜望鏡みたいな形がとっても遊び心があります。アート性抜群ですよね。結構大きめなので置いた時に部屋の印象を変える抜群の力があります。すごくアイコニックなオブジェですよね。大きさ伝わるかわからないんですけど、実際のサイズは結構大きいなと感じましたので、ぜひ実物を店頭でご覧いただきたいなと思います。こちらはウォールデコレーションです。かなり個性的なデザイン、ちょっと見つめられているデコレーションとなっています。3枚セットのものが2種類と単品のものが1種類売っています。素材は紙です。こちらは花瓶です。3種類出ています。それぞれ大きさも違いますなんですが、ちょっとね耳のようなものがついていて面白いです。ちょっとしたアクセントになっています。で、一つ一つ職人による吹き上げガラスなので、結構ねこの仕上げが微妙に違います。ぽってりしたデザインが可愛いです。こちらはちょっと個性的なミラーです。置いても使えますし、かけても使えるデザインとなっています。ちょっと不思議なデザインです。左右非対称となっています。ちょっと大型家具が抜けていました。こちらはソファーなんですけども、ただのソファーではなくってソファーベッドとなっています。フォームがマットレスに使うものと同じものが使われています。ソファーに見えるんですけども、ほぼベッドという商品です。ですがソファーとしてもとてもデザイン性が高く、背面から見たところも美しいと感じました。かなり速報ということでギュッとまとめてご紹介しました。また購入したものについては後日紹介していきます。インスタグラムのストーリーズが一番鮮度高い情報をお届けしていますので、よかったらそちらもご覧になってください。なお今回のイベントは IKEA の招待のもと参加しましたけども、動画作成の依頼などは受けておらず、内容は全て自分の判断で行っております。皆様の応援のおかげで貴重な経験ができております。本当にありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。